本日はですね、最も知らねえよという話をしていきたいと思います。先日ですね、ちょっと初デートどんなんだっけみたいな会話がありまして、で思い返したんですよね。僕の初デートはもうオンラインゲームでした。ハンゲームっていうね、皆さんご存知でしょうか。ハンゲームっていうプラットフォームなんていうサイトがありまして、そこでチョコットランドってオンラインゲームがありましてね、当時小4ぐらい、10歳、2006年7年ぐらいの時ですかね。ちょっとオンラインゲーム、そのメイプルストーリーとかね、あとやってたので言うとディズニーキャッスルとかね、懐かしいですね。ディズニーのホームページにいろんなミニゲームがありまして、カード集めてコスチュームをいろいろ集めたりしまして、当時そこにも明け暮れていたんですけども、そのためやっぱチョコットランドね、本当に僕の記憶ではソウルイタの好きな友達はチョコットランドをやってる率がすごい高くて、当時図書委員って図書委員長だったんですね、当時で。いや、図書委員だ、後に図書委員長になったね、図書委員に入ってまして、ソウルイタ仲間の友達がチョコットランドって知ってるって教えてくれて、で始めたんですね。なのでまずあれですね、2006、7年ぐらいの、中二病的な人はチョコットランドに集まっていたと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。それでそのチョコットランドをね、僕もアリババ騒動、もう無課金だったので、もちろん小学生ですから、もう父親の Windows XP ね、本当アリババ騒動持って海賊みたいな雑魚い敵しか倒せなかったんですけど、でそれでね、ここからちょっと初デートの話になっていくんですけど、当時ね、本当才色兼備の、とある方がいまして、でその方と何か話したら、その子もチョコットランドやってるって話で、そう水泳部のね、僕水泳部でしたよ。で水泳部一緒のだった女の子がチョコットランドめちゃくちゃやってると、よかったら通信しようよってことになって、手紙をやり取りしたりしたこともありまして、帰ってパソコンね開いてオンラインでね待ち合わせしたんですよ。で僕もねいつも通りアリババソード持って待ってたんですね。そしたら入室しました、〇〇さんが入室しましたって名前が出てきて、T さんかなと思って、そしたら黒の魔導士みたいな人がすごいオーラを、とてつもないオーラを放ったね魔導士が来まして、おつおつってきまして、はい、それはT さんだったっていうね。でそこからもうそのワールドをいろいろ本当散歩したりしまして、やっぱねデートではなく散歩がね結局一番いいんですよね。でやっぱその T さん魔導士だから、俺が全然倒せないような敵も本当にロットをペーンってやると闇魔法みたいなものを全部倒してくれる、すっごいかっこいい方だったんですね。でちょっと今思えばもうね、これはあれはデートだったんではないかと。はい。で学校ではちょこちょこ話すみたいな、同じ部活で、同じ教室で、でもある日そのオンラインの中でちょっと個人情報を話しちゃったんですね。でそれがその彼女のお母さんが見てしまったようで、その T 氏がちょっと個人情報を出してしまったから、私はこのゲームをやめないといけなくなってしまったと。そっか、それはじゃあちょっとこれはもうさよならだということでね。でその最後にちょっとせっかくいろいろ育てた装備あるから、それを土屋にあげるよって言ってもらいまして、えげつないロープをもらったんですよ。本当にもうアリババソードを持ち歩いてた僕からしたら重すぎる、あまりにも重すぎる。この重さにはその T さんが費やした時間や熱量、だったりいろんな多分当時はね攻略サイトとかもいろいろ駆使しながら培ってきたロープをですね、もう両手でいただきまして、そしたらロットはなぜかもらえなかったんですけど、それはちょっと自分でね頑張れということだったんでしょうか。いやそれで学校に行ったらまた手紙をもらいまして、で僕もねディズニー大好きなんですけど、ナイトミアビフォークリスマスのね便箋でしたね。本当にハロウィンど真ん中のね、便箋いただきまして、でそこでちょっとゲームはできなくなったけど私の電話番号ですと。でよかったらちょっと遊ぼうよってね声をかけてくれて、でありがとうってね、僕もちょっと手紙返したんだっけな。
やっぱ小学生の頃なんでね、まあそれでね、もうそのままもう流れていってしまったわけですね。今思ったらやっぱちょっとこう恥ずかしさとかもあったんでしょうかね。それで高校生になって、まあ高校でまたその子と同じクラスになったんですよ、高2の時。一回も喋んなくて、本当に高校はね、びっくりするほどセルフ男子校驚愕なんですけど、女子とも話すんだけども、もうね、本当に高校は特にクラスがもう真っ二つ男女で分かれている、本当に男子としか話さないみたいな感じで、その T さんとね、高2一緒になったんですけど、本当にほぼ喋んなかったんですけど、その掃除の時間の時に女子が全然自分のそれぞれのねこう机を運ばず、でも T さんがね一人で代わりにやってあげてたんですよ。だからそれちょっとかわいそうだなと思って、僕もねちょっとあいつらうぜえよなっつってその机をね運ぶの手伝ってると、今思えばそういう青春みたいなねパッケージングっていうかね、箱庭ですよ。はい、そこがあったんですけど、それ以上喋らず、よく美術部の男友達と仲良くて話したら、T さんが土屋と最近久々に話したという話を聞いたよと。マジどんな内容だったって聞いたら、小学校の頃は呼び捨てでね、名字を呼び捨てで呼んでたけど、ちょっとこう呼び捨てじゃなくてさん付けになっていて、ちょっと切なかったって話を、ね、されていたようで、僕も確かにさん付けで呼んでるなと。でまたこれ高校生の頃なので、そのまま流れてしまうんですよ。ちょっとね、これぜひね T さんが回って見ていたらね、ちょっとまたチョコットランド今復活してるそうなので、ちょっとぜひ一緒にやりたいなっていう話でしたとね。ちょっとあまりにも内容が薄かったかもしれないので、最後にねちょっと深夜に生きてる土屋が補足させていただきますが、ちょっと改めてこのオンラインラブという自分という距離感を考えると、そもそもオンラインという言葉自体がもうほぼ使われないじゃないですか。だからちょっと頃のねこう尊みみたいなものが一つあるとして、で時にしかない距離感、今こそ、スマホ LINE とかで連絡ができるけども、当時そのガラケーも持ってない人間からするとやっぱオンラインゲームのチャットがやっぱその時のやっぱこの君に送る人差し指のメッセージっていうね有名な曲がありますけど、それと同じ感じでね、それにやっぱ僕が普段音楽を作る時とかにね結構そういうの恋愛的な切なさだったり甘酸っぱさっていうのを表現する時には脳裏に浮かぶイメージはやっぱオンラインラブなんですよね。今見てる方ももしかしたらねそのメープルストーリーの方もいたかもしれないし、そして動くメモ帳の人もいたかもしれません。それからそれこそスプラトゥーンの人もいたかもしれないし、エイペックスの人もいるかもしれないし、フォートナイトの人もいるかもしれないしね。だから知らない人とつながって会うっていうのはちょっと怖さもあるかもしれないんですけども、ちょっとね懐かしいなっていう話でした。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。